愛知県の西、知多半島。前回は西側にある諸崎街道を走りました。今回は東側の常滑街道を走ってみたいと思います。ゴールは名古屋市緑区の東海道、鳴海宿です。こんにちは。私は今、愛知県知多郡南知多町大井にある聖崎公園に来ています。海の上に見えるのは弘法大師像です。ここ聖崎はその昔、弘法大師が三河の方から船でやってきた時に上陸した場所と言われています。知多半島には、知多四国88カ所といい、四国のお遍路さんと同じく、弘法大師ゆかりの寺を巡る風習があります。別に四国をパクったわけではありません。ただ三河にも似たような88カ所巡りはあります。別にパクってません。今日も何カ所かゆかりのある寺の前を通るでしょう。罰が当たりませんように。知多郡南知多町は愛知県知多半島の最南端の町です。漁業が盛んで諸崎や豊浜など大きな漁港がいくつかあります。ここ大井は昔から海産物を東海道に運ぶための常滑街道や諸崎街道が通る交通の要衝です。ここ大井駐在所前が地図上の常滑街道の支点です。諸崎街道の一部でもあります。旧街道を思わせる趣のある建物がいくつかあります。大井豊浜線を渡って反対側が常滑街道です。ここからは大井豊浜線を走ります。本来の常滑街道はここを右ですが通行困難のためこのまま道なりに進みます。水仙ロードと呼ばれる道を渡ります。水仙ロードは知多広域農道の一部で、他にもふるさとロードや味覚の道などがあります。この辺りから本来の諸崎街道に合流します。国道247号に出ました。この国道は知多半島の海沿いを走るメインロードです。左手には愛知県で最大の水揚げ量を誇る豊浜漁港があります。ここにある豊浜魚広場では鮮魚や水産加工品の販売はもちろん、食堂でその日取れた新鮮な魚介類を食べることができます。また釣り桟橋もあり、連日多くの釣り人でにぎわっています。ちょっとファミマで昼食をとります。ファミマの向かいの細い道が常滑街道です。道がものすごく細いです。フィアット500の車幅と社長をもってしてもギリギリです。ここからしばらくは国道247号と側道を行ったり来たりです。南知多町の東側から南側先端にかけては海岸はほぼ岩礁帯です。漁港もそちら側に多くあります。これから走る南知多町の西側は北上するにつれて海岸は砂浜が多くなります。
それに伴い海水浴場などレジャー施設が増えて、反対に漁港の数は少なくなります。特に温泉があるようなゴージャスなホテルは西側に集中して多くあります。最近の流行りはバーベキューやグランピング施設です。左手に山見海水浴場が見えます。切り返しもできないほど細い道になりました。ボディをこすりそうなので少し迂回します。再度国道247号に戻ります。左に見えるのがマルハリゾートです。ジャンボエビフライで有名なマルハ食堂が運営しています。左につぶて裏が見えてきました。少し寄り道してみましょう。その昔伊勢神宮の神様が力比べをするため岩を海に向かって投げて競争しました。その岩がこの知多半島まで届いたそうです。岩の前の鳥居は伊勢神宮の古材が使われており、伊勢神宮の方向を向いています。今では知多半島有数のパワースポットです。内海海水浴場が近づいてきました。ここら辺は古くからの愛知のリゾート地で、旅館やホテルがたくさんあります。常滑街道はここで一旦国道247号を外れ、名鉄知多新線の始発駅内海駅方面に右折します。ここで地図上の常滑街道は一旦途切れます。おそらく昔は黄色い線のようなルートがあったと思われます。とりあえず今回は小野浦方面に迂回します。国道247号を走ります。これと並行して内海峠を通るルートもありますが、そちらもかなり細い道のため無難にこちらを行きます。ここから知多郡美浜町に入ります。その名の通り綺麗な砂浜があります。伊勢湾と三河湾の両方に面していますが、今いるのは伊勢湾側です。正面に見えるのが美浜少年自然の家です。私も少年の頃合宿をしたことがあります。なんかとんでもないところに来てしまいました。これ以上はとても無理です。一旦車を降りて考えます。木々がうっそうとしています。これは徒歩でも厳しそうです。諦めて車に戻ります。来た道を引き返します。日本初の国際人と言われている山本音吉の銅像です。国道247号に戻ります。正面に野間灯台が見えてきました。愛知県のリア充
御用達の灯台です。ここの柵に南京錠をかけると恋愛が成就すると言われています。美浜町にはここ以外にも恋の水神社というキラキラ恋愛パワースポットが存在します。私には縁のない場所ですが何かふぐさき港を過ぎたあたりからしばらくは国道247号とは離れます。正面に見えてきたのが野間大坊です。飛鳥時代に建立されたと言われているとても由緒のある寺です。源頼朝義経の父義朝が討たれた寺としても有名です。境内には義朝の墓と首を洗ったと言われる池があります。この野間地区では正月に餅を食べることなく討たれた義朝のたたりを恐れて正月には餅を食べない風習が今も残っています。風景が漁村から農村に変わってきました。昔ながらの建物に混じってアパートのような建物も増えてきました。この辺りは近くに日本福祉大学があるため学生も多く住んでいます。私の中で日福大は24時間テレビでリア充たちがドミノを並べて青春を謳歌しているイメージです。でも最近はやりません。この先まっすぐ行くと南知多ビーチランドがあります。南知多と言っていますが実際は美浜町にあります。尾張から三河の西の方の子供は遠足で一度は行ったことがあると思います。水族館だけでなくおもちゃ王国もあるためお子様連れは一日楽しめます。久しぶりに国道247号に戻ってきました。国道をまたいで西側の道に入ります。焼き杉を使った黒い外壁の建物が多くあります。また少しだけ国道を走ります。ここ上沼辺りから名鉄知多新線は大きく東にカーブします。そのためここより北は常滑の中心地まで鉄道網はなくなります。ここから常滑市に入ります。古くから焼き物の町として有名で常滑焼はこの常滑街道を通じて東海道や海路で運ばれ全国に流通していました。この辺りから南小菅谷交差点の西辺りまで地図上の常滑街道は途絶えます。そして長らくついたり離れたりしてきた国道247号ともお別れです。ここからまた地図上に常滑街道復活です。ここ小菅谷は清酒根の日を作っている森田創業の地です。さらに森田はソニーの創業者森田昭夫の実家です。この近くには森田昭夫塾という記念館があります。本来であればここを左折ですが車が通れない車幅のため迂回します。ほんの
の少しだけ中部国際空港に渡る橋が見えます。本来のルートは道の反対側ですが、車は通れないため迂回します。レトロな街並みが続いていますが、この 1km ほど先の会場には中部国際空港セントレアがあります。道が細いです。先に進むのを躊躇します。右にも左にも電柱があって曲がれません。迂回しました。まだまだ細い道が続いていますが、かなり常滑市の中心部に近づいてきました。常滑市は縦に長いので、ここら辺で一度区切りたいと思います。続きは後編で。